どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、こちらですね。アップルさんから発売直前の iPhone 13と iPhone 13 Pro、そして iPad mini、こちらを先行レビュー用にと一足早くお試しさせていただく機会をいただきましたので、今日はね、こちらの開封とファーストインプレッションをお届けしたいと思います。アップルさん、こういった機会をいただきありがとうございます。こちら3台とも Mock ではなくて9月24日から実際に販売される実機ですね。販売されるものと同じものですね。Mock ではないのでね、ディスプレイの映りとか動きなんかもね、これで確認することができますね。はい、それぞれの詳しいスペックの紹介はちょっと前に動画でお伝えしているので、そちらを参考にしてみていただければと思います。そんなわけで今日はこちら実機が届きましたので、一つずつ開封してファーストインプレッションというのをお話ししてみたいと思います。はい、まずはこちらからいきましょうかね。iPhone 13ですね。こちらから開封してみたいと思います。はい、ではまず iPhone 13、こちらね、開封してみます。もう開けちゃいます。はい。iPhone 13のこちらは色はブルーですね。ペリ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 。部屋は自然光だけ入るような感じにしてるので、結構ね、見ていただいた色そのものが本体カラーという風にね、捉えてもらっていいんじゃないかなと思います。わかるかな？こんな感じですね。フレームの部分もね、マットなブルーですかね。ボタン類も同じブルーになってますね。こんな感じですね。音量ボタン、ここに SIM カード入れるところですね。で、スピーカーと、あとはライトニング端子ですね。ここは変わらず。カメラのレンズはこことここ斜めの配置になりましたね。 iPhone 12はこういう感じでカメラのレンズは縦に2つだったんですけど、13の方はこういう風に斜めにレンズが装着されてますね。手の収まりはこういった感じですね。僕普段ミニを使って使い慣れてるので少し大きくは感じますけど、これはこれでね、ちょうどいいサイズかもしれないですね。で、付属品はもうシンプルでライトニングのケーブルと、あとはマニュアル類とステッカー、おなじみのいつものセットですね。ステッカーは1枚かな。あとは SIM カードを抜き差しする時のピンですね。これだけですね。充電器はね、ついてないですね。ケーブルだけ。充電器もいくつもあってもそんなに使わないですからね。つけないでいただいてももう全然問題ないですよね。この後電源入れて使用感なんかもね、見てみようと思います。まずこれ iPhone 13。とりあえず開封だけ進めてきます。続いて iPhone 13 Pro ですね。色はグラファイト。こちらをね、開封していきます。わ、かっこいい。これすごいかっこいい。これめちゃめちゃかっこいいな。グラファイトすごいかっこいいですね。レンズの部分結構やっぱ大きいかもしれない。お、すごいね。グラファイトちょっと痺れるかっこよさだな。はい、これもペリペリします。はい。はい、こちらが iPhone 13 Pro のグラファイトですね。グラファイト個人的にはパッと見すごい好きですね。めちゃめちゃかっこよくないですかこれ。レンズは123つついていて、アップルマークの部分も鏡面になってますね。鏡みたいになっていて、で、これフレームのとこめちゃめちゃかっこいいですね。わ、すごいな。この角度めちゃめちゃかっこいい。フレームすごい。かっこいい。で、ここに電源スイッチがあって、で、上は特に何もないかな。で、反対側はここにサイレントモードのスイッチがついていて、で、音量ボタンですね。それでここの部分が SIM ピン挿すとこですね。で、こちらもスピーカーとライトニングのケーブルを挿すところ。こんな感じですね。このフレーム部分めちゃめちゃかっこいいな。ただね、ちょっと鏡面なんで若干どうしても指紋がついてしまうっていうのは、ここは仕方ないかなってとこなんですけど、僕もしこれ持つんだったらもう何もカバーつけずにこのまま持ちたいですね。これめちゃめちゃかっこいいでしょ。だって。ここの質感とかもね、すごい。グラファイトめっちゃかっこいいな。こちら iPhone 13 Pro のグラファイトですね。はい、こちらもこの後電源入れてちょっと画面とか見ていきたいと思います。はい、続いてこちらですね。iPad mini ですね。iPad mini の第6世代ですね。
こちらを開封していきたいと思います。これつい最近やっと気づいたんですけど、ここミニって書いてあるんですよね。Apple の紹介ページでもこう縦で紹介されてることが多かったので、パッと見に気づかなかったんですけど、こうね、見るとミニって書いてあるんですね。はい、こちらも開けていきたいと思います。開けます。これも綺麗だな。いいっすね。はい、こちら iPad mini のスターライトですね。スターライトもいい色ですね。サラサラな感じで。綺麗だな。スターライトも美しい。こんな感じです。やっぱミニサイズ感いいな。普通にこう片手で持てますしね。薄さもこんな感じで、そしてめっちゃ軽いですね。やっぱりフレームの部分はこんな感じですね。こちらがここにね SIM カード入れるところがありまして、それで上の面はスピーカーと、ここに音量ボタンと、これが電源か。こちら側は特に何もなしですね。で、下の部分、下もスピーカーと、そしてこれですよ。今 USB-C ポートがつきました。待望ですよね。これで結構世界変わると思います。これめちゃめちゃ嬉しいですね。もうボディからフレームの部分までね、こうシームレスな感じになってますね。で、カメラのレンズはここだけですね。この一つレンズがついていて、こういった感じでございます。スターライトの iPad mini めちゃめちゃいいな。これも若干シャンパンゴールドというんですかね、うっすら黄色みがかった感じのシルバーって感じなんですかね。上品な色ですよね。今回お借りしたのはこちらのスターライトですけども、自分ではスペースグレーをもうすでに購入していて、それがね明日9月24日発売日当日に届く予定なので、それもねめちゃめちゃ楽しみなんですけど、こうやってね1日でも早く触れたっていうのはねすごい嬉しいですね。明日届くねスペースグレーの方は、そちらはねまたレビューもしていきたいなと思ってるので、よろしければねチャンネル登録などしてお待ちいただければと思います。今日はちょっと簡単にファーストインプレッションだけお伝えしていこうと思います。はい、こちらが iPad mini 第6世代ですね。あと一緒にこちらもですね、この iPad mini で使える Apple Pencil 2ですね。こちらと、あとスマートフォリオ、iPad mini 用のスマートフォリオ。こちらはエレクトリックオレンジというものですね。こちらもね、一緒に使ってみたいと思います。セッティングも終わったんで画面見ていきましょうか。こんな感じで、確かにね、画面綺麗ですね。美しい。壁紙も今設定してみましたけども、で特徴的なのはやっぱここですね。このノッチの部分がすごい小さくなりましたね。こっちが iPhone 12なんですけど、こっちが iPhone 13ですけども、こう見比べてみると iPhone 13の方が明らかにノッチのサイズが小さくなってるのがわかりますね。横幅が 20% 小さくなったということですけど、こう見るとね、結構小さくなった感じがしますね。画面のスクロール、挙動といったところでいくと、ここはね、申し分ないというか、もっさり感とかもうしばらくないので、もうここは行き着くとこまで行ってんのかなって感じもしますけどね。特に問題ないんじゃないかなと思います。他はいろいろ使ってみないと分かんないところが多いかなと思うので、とりあえずね、ファーストインプレッションはこんな感じかなと思います。これがね、まず iPhone 13ですね。で、続いて iPhone 13 Pro ですね。やっぱりかっこいいな、これ。めちゃめちゃかっこいいですよね。ちょっとカメラも試してみたいと思います。こちらのカメラのこのシネマティックってやつでね、撮ってみようと思うんですけど、これ分かりますか？シネマティックって、こう写真でいうとこのポートレートみたいな感じの動画版ですね。ポートレートの動画版みたいな感じで、背景めちゃめちゃ綺麗にボケてるんですよ、今これ。すごい。これほんともうミラーレス一眼とかと同じような感じで撮れますね。でこれボケ感があるとすごいおしゃれな映像に見えるっていうのはやっぱりあるんですけど、すごい綺麗にボケますね、これ。めちゃめちゃ綺麗にボケますね、これ。これはすごいかも。しかもずっと顔にフォーカスを合わせ続けてくれてるから、トラッキング性能もすごい高いな。あとマクロ撮影もできるということなので試してみようと思います。うわ、ここまで寄れるんだ、すごいな。2センチまで寄れるって書いてたんですけど、2センチと思ったより寄れますね。すごいな、これ。ここまで寄れるのすごいな。うわ、めちゃめちゃ細かいとこまで。すごいな。このカメラだいぶすごいかもしれないな。めちゃめちゃ綺麗に寄れるし、繊細。うわ。
iPhone 13 Pro はこんな感じです。そして続いて iPad mini ですね。第6世代の iPad mini。iPadOS15 からここのね、ウィジェットが iPad でも使えるようになったのでね、もうウィジェットが iPad についたらめちゃめちゃやっぱ使いやすくなりますよね。この大画面を活かして。でこのベゼルレス、ベゼルレスといってもこの1センチ未満ぐらいかなの縁はあるんですけども、でもノッチもないし、あとね下に物理的なボタンもないので、ディスプレイは広々してる感じではありますね。 8.3 インチのリキッドレティーナディスプレイってことでね、フルスクリーンデザインやっぱ見やすいですね。あとそうだ、 iPad mini の今回の大事なところ、ここですね。ここがタッチ ID になったんですよね。今まではここに物理的なホームボタンがあって、指紋認証で画面ロックを解除するってことができたんですけども、今ここのね、電源ボタン、ここのところにタッチ ID がもう内蔵されてるので、これを押すことで画面開きましたよね。これを押すことでロックが解除される。結構早いですよ。押しました、開きました。早いですよね。ロック解除もめちゃめちゃ早いです。で iPad Pencil 2もねお借りしてますので、第2世代の iPad Pencil ね、こちらの使用感も試してみたいと思います。ここに取り付けることで充電もできるので、こんな感じですね。認識されました。スクリブルを試すということで、ここに手書きするとそれが文字になるやつで、今まではここ英語しか対応してなかったんですけど、 iPadOS15 からこれがね日本語にも対応したということで、ちょっとやってみたいと思います。きみまろ、ひらがなできみまろって書いてある。きみまろ、ちゃんと文字になりましたね。すごい。書き心地もね全然問題ないですね。ダブルタップを試してみましょう。今ねペンが選ばれてるんですけど、ダブルタップすると消しゴムが選ばれましたね。これで切り替えることができる。Apple Pencil 2だとこれができるんですね。これがあるだけでねかなり操作楽になるんですよね。ちょっとねペンで簡単な書き心地テストしてみたいと思います。これ iPadOS15 からここからこういう風にクイックメモがね出せるようになったということで、ここにもう手書きでメモ、対線斜めに書いたからめちゃめちゃ字汚いんですけど、こんな感じでねここに書いていくことができます。でここでメモしたものはこのメモアプリのクイックメモの中に入ってるので、いつでも取り出すことができますね。Apple Pencil 2の書き心地もねめちゃめちゃいいですね。あとスマートフォリオもお借りしているので、こちらですね。これがね結構ビビッドな色ですけど、エレクトリックオレンジというオレンジ色ですね。これはもうここに乗せたらマグネットでこう吸着するので、かっこいいですね。これも横からこのねスターライトのシルバーが覗く感じでいいですね。でスマートフォリオはこういう風に三角に折ることによってこうやってね角度をつけて見ることもできますね。 Apple TV 見てますけど、ミニとはいえ画面サイズが大きいので、こういう風にねコンテンツ見るときもねすごい見やすいですね。はい、iPad mini もねこんなところですかね。こちらもね自分で購入したものが届いて、そちらも使い倒してまたねレビューしてみたいと思います。はい、以上です。これからねちょっとしばらくこちら使わせていただきまして、またね感想など動画にしていきたいなと思っています。気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。そういったわけで今日は発売直前の iPhone 13と iPhone 13 Pro、 そして iPad mini の第6世代、こちらを開封レビューしてみました。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。